ガチョンガチョンのガチョスです。皆さん、ナイストゥーミートということで素敵なゼルダライフをお送りしておりますでしょうか。今回どうやらゲームの中に Nintendo Switch にめちゃめちゃ似ているデバイスが出てくるらしいです。それがこのシーン。ここで松明持ってあげるリンクめちゃめちゃやさおだわ。あ、そう、これです。これ作ります。思いついたら即実行ということで早速作っていきましょう。プルアパッド風スイッチカバー。結構 SNS 見ててもこのプルアパッドが登場したシーンでこれスイッチじゃねえみたいな書き込みがいっぱいあったんですよね。やっぱみんな思ってることは一緒なんだなと。じゃあもう作っちゃおうということで作ってます。まだ見た感じこれをね作ってる人いなかったんですよね。いやそりゃそうだよ、みんなだってゼルダやってんだもん。俺まだプレイ時間15分。ちょっとセンターからずれたわ。微妙にこっちずれちゃった。最近カッティングマシン買ったんですけど、これマジで正解だったわ。作業効率が段違い。そして QOL もアップしたし、いいこと尽くしだ。鈴木健三さんが言ってたんですよ。お前らカッティングマシン買えって。買いました。今このマスキングを剥がしています。これ全部手で切ってたら何時間かかったんだろう。多分これだけで数日かかるんじゃないかな。それをカッティングマシンがあればだいたい5分かからずぐらいでできたんでマジで時短。さあここからは背面のオブジェじゃないか、あれはカメラのレンズか、レンズを作っていきます。ここで登場するのは毎度おなじみのスチレンボード。僕ね粘土の扱いが本当に下手くそだったんですよね。ちょっと練習でやってみたんですけどダメだったんでいつも通りのやつでいきます。でこれ普通の塗料を使っちゃうと溶けるんで絵の具で必死に塗ってます。あ、これピンポン玉。ほい、パーツが揃ったらこれを重ねてくっつけていく。この立体感が邪魔になんないかな。わかんねえ。重ねた感じは割といいんじゃない？うん、立体感もあるしかっこいいと思います。 OK。 渋谷の任天堂ストアにリンクの網もめっちゃあったから買ってきたわ。おお、かっけえ。てかこのサイズですごいな、色の塗り分けとかめっちゃ細かいじゃん。かっこよ。さあ気を取り直して作業していきましょう。背面のなんかパイプみたいなのを作ってます。これを貼り付けたら色塗り。ここゲームだとこのパーツ光の当たり方で色全然違ったからこれで合ってるかわからん。塗り終わったらこの隙間にレジンを流し込んでいきます。ピントが全然合わんということで取るのは諦めました。入れ終わったら硬化していきます。断面をカットしてカットした部分も色を塗ったらパーツが揃えました。これを最後くっつけていきます。アロンアルファを使ってるんですけどこれ一発勝負だからめっちゃ怖かったわ。失敗したら全て水の泡だしね。おお、でっか。さあ今作ったパーツもくっつけてこれで本体のカバーが完成。おお、結構かっこいいんじゃない？ OK。 さあ続いてはジョイコンを作りましょう。ジョイコンはとにかくマスキング地獄だわ。クリアのオレンジ、濃い赤、濃い青の順で貼ってマスキングを剥がしていく。これね、あ、そういえば僕塗装ブースとエアブラシも買ったんですよ。これがあれば綺麗に色塗れるしね。エアブラシと塗装ブース買ったら連絡してくれって友達に言われてたけど完全に忘れてたわ。買ったよ塗装ブース。動画見てるかわからんけど。さらにマスキング。今度はコントローラーの部分のうねうねってなってる茶色いところを塗装します。これもね本当はぷっくりとさせたかったけど今の俺にはそんな技術ない。無理だ。この状態でも結構いいんじゃない？ OKOK。 まあここにさらに飾りつくしね。 OK。 ここまで準備完了。さあ続いては前日の夜に仕込んでおいた半乾燥の粘土を使います。これを使って曲面の立体感を出していきます。このジョイコンの図面うっす、何も見えんな。よく見たらあるけどこれの輪っかとか金のパーツをねこの粘土を使って表現してます。いろいろ試してみたんですよ。パテを使ってみたりとか柔らかい状態で粘土を切ってみたりとか。やっぱね断面が綺麗にいかない。そして俺にはパテの才能がないということでちょっと独特な方法でやってますが許してください。さあなんとなくイメージが固まったので残りのパーツも切っていきましょう。粘土なので結構繊細にね集中して丁寧に切っていきます。いや別に粘土じゃなくても集中するか。ということでどんどん切っていきます。さあ切れたら着色金、黄色と黒を混ぜ合わせます。塗り終わったらパーツをくっつけていく。
おお、結構たくさんあるね。さあ、必殺アロンアルファ。アロンアルファで貼り付ける作業、マジで一番緊張した。これ失敗したらやり直せないし、力ずくでやるとパーツは折れるわ、塗装剥げるわで全部無駄になっちゃうから、マジで集中してやってました。これ伝わるかわかんないけど、この状態だとめちゃめちゃデジモンの D スキャナーに似てる気がするわ。めちゃどうでもよかったね、今ね。さあ、こっちのパーツもレジンでしっかり硬化していきます。これ半硬化状態だとベッタベタになっちゃうから気をつけましょう。まあ、気泡ちょっと入っちゃったけど、まあいいか。ついにプルアパッドのスイッチカバーが完成しました。動画だと多分キュッてもう何分かまとまってると思うんですけど、失敗すること7回、8回目にしてようやくなんとなく納得かなっていうものが作れました。おー、かっけえ。ジョイコンだけでめちゃめちゃかっこいいやん。やば。ジョイコンだけでこんな感じっすね。待って、かっこよすぎるかもしれん。手作り感はあるけど、でも結構かっこいいんじゃない？確か操作するとこなんか青っぽかったんで、ゲーム見たら、この青のカバー買ってきたんで、つけましょう。おお、ぽい。ついた状態でも全然ちゃんと動くわ。さあ、本体カバーの方も取り付けていきましょう。いいね。はい、できました。かっけえ。ブルーアパッドやん。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダムに登場するプルアパッド風のスイッチカバーが完成しました。前面背面ともにゲーム画面をひたすら見ながらなんとなくで作ってみましたが、まあそれっぽくなったんじゃないかな。この辺もちょうど画面に干渉しないし、この LR の部分のね塗り分けとこの輪郭の金の部分貼り付けるのが大変だったけど、まあそれっぽくできたんじゃないでしょうか。背面もかっこよくて、初めて塗装やってみましたが、模様もいい感じに塗装できてよかったわ。かっこよさげ。もちろんこのケースをつけた状態でもしっかりプレイできます。このボタンを押しにくいなとか、強いて言うならプラスとマイナスが若干押しにくいぐらい、それ以外は全然余裕です。この背面のレンズの立体感も程よく出せてよかったです。本体から外したジョイコンの状態でもこれはこれでありだな。アミーボと一緒に任天堂ストアで買ってきたハイリアの盾と朽ちたマスターソードのピンズを一緒に飾ってみました。かっこいい。なんか商品のなんでもね。さあ、ということで今回はプルアパッド風スイッチカバーを作ってみました。いい感じになったんじゃないですかね。このカバーつければもうプルアパッドを持ってるも同然だね。これでいっぱい写真撮ったりとか。望遠鏡機能ついてねえか。携帯モードで遊ぶときはこれつけてやろうかな。せっかく作ったし。これからハイラルに旅立とうと思います。探さないでください。まだ全然進んでないから。最後まで動画見ていただきありがとうございます。この映像がパンをこねているように見えたら高評価とチャンネル登録お願いします。スイッチカバー良かったって人も高評価とチャンネル登録お願いします。また次回お会いしましょう。